にちは、アンズカフェのアンでございます。今回はビアレッティのブリッカというモカポットを紹介したいと思います。このモカポットはイタリアでは古くから親しまれており、ほとんどのご家庭に一つはあると言われています。そしてこのモカポットのことをイタリア語でマキネッタと呼んでいます。これは蒸気圧を利用して入れるコーヒー器具で濃厚なコーヒーを抽出できますが、一般的に知られているエスプレッソとは異なります。分解して各部品を紹介していきたいと思います。分解するとこのような形になります。これは水を溜めておくボイラー部分です。通常のビアレッティよりも圧がかかる分、肉厚な構造になっております。次に抽出されたコーヒーを溜めておくサーバー部分になります。内側に H2O のメモリがあり、これで水の量を測ることができます。ブリッカの場合、この圧力弁がついており、取り外すことができます。この時注意することは、圧力弁を強く締めすぎないことです。圧力弁があることで蒸気圧を一気に抽出することができ、通常のマキネッタよりクレマができやすくなっております。圧力弁をサーバーに取り付けてみましょう。そしてこれがコーヒー粉を入れるバスケットになります。フィルターとパッキングになります。洗浄するときはパッキングを外してフィルターを洗いましょう。それでは組み立っていきたいと思います。サーバー部分にフィルターをセットし、パッキングで固定をします。コーヒーの油分が付着して黒くなっています。使い終わって洗浄する際、サーバーの内側は水もしくはお湯で洗い流すだけにしましょう。また、新しくモカポットを購入した場合は3回ほど慣らしが必要となります。というのも、初めの方は金属臭がするので、安い豆を使って慣らしを行ってください。そうすることでコーヒーの油分が付着し、金属臭がなくなります。H2O の印まで水を入れます。ここまで水を入れるとちょうど 100cc 入ります。これをボイラーに移していきます。あらかじめコーヒー粉を入れたバスケットをボイラーにセットしていきます。縁についたコーヒー粉は空気漏れを防ぐため取り除いておきましょう。コーヒー豆は今回あえて中引きで 15g にしました。コーヒー粉は上から押し固めず表面をならす程度にします。サーバーの取り付けは最後までしっかりと締めます。ここが緩いと接続部から漏れたりコーヒーが上がってきません。器具自体が非常に熱くなるのでやけどに注意しましょう。中が観察できるように蓋を開けた状態で弱火にかけます。4分ほどでじわじわとコーヒーが上がってきました。
リッカは圧力弁があるため蒸気の力で一気に抽出されます。抽出が済んだらすぐに火を止めましょう。クレマは圧力弁で調整します。お手入れ方法は洗剤を使わず、水もしくはお湯のみで分解して洗います。パッキングも外してフィルターも洗いましょう。また、濡れたまま放置すると汚れがつくので表面は必ず拭き取ります。サーバー内に付着した油分は前にも話しましたが、拭き取らずに残しておきましょう。次回はこれを使ってカフェオレを作っていきたいと思います。